桃地と半蔵。どうする家康に学ぶ日本史。家康を救った伊賀の忍び。桃地丹波三太夫と服部半蔵正成の2人の伊賀出身者が徳川家康の三大危機の一つに数えられる伊賀越えの窮地を救ったと言われている。桃地丹波と服部半蔵正成の生涯を詳しく見ていこう。桃地丹波は青年は不詳だが、戦国時代に伊賀の国に生まれた。伊賀の国は現在の三重県の北西部にあった約 40km 四方の小さな地域だが、服部氏が勢力を張っていた。服部氏は千賀地、桃地、藤林の3つの上人の家系に分かれていたが、服部家は最初は千賀地と名乗っていた。上人とは忍者の世界では最上級の家系で、丹波は桃地の跡継ぎに生まれている。忍者のルーツは修験者山伏で、飛鳥時代に呪文を唱え神通力を操ったと言われる円のオズヌを始祖としている。伊賀の国は耕地面積が少なく貧しいために、服部半蔵正成の父安長の時代に200人の伊賀忍者と共に三河へ移住している。そして安長は徳川家康の祖父松平清康と父広忠に忍びの者として仕えた。桃地丹波は江戸時代中期に絵本太閤記で桃地三太夫という名前で登場して有名になっている。丹波は同じく有名な盗賊石川五右衛門の師匠としても有名で、面白いエピソードを残しているので、少し長いが引用してみよう。河内の石川村出身でまだ20歳前の五右衛門は伊賀の上人桃地丹波の弟子となった。五右衛門は丹波の下で厳しい忍術の修行を重ねた。60歳近い丹波には本妻がいたが、やがておしきという若い愛人ができた。そのために丹波は本妻が邪魔になり、五右衛門を罠にかけてわざと本妻の住む家に同居させたのである。丹波は五右衛門を利用して古女房を処分しようとしたのである。そうとは知らずに修行中にもかかわらず、若い五右衛門はやがて丹波の本妻といい仲となって密通を続けた。ある時、五右衛門は丹波が留守をすると100両の金を盗んで本妻と駆け落ちをしている。やがて五右衛門は金が尽きると本妻を殺して京の町に出ると、忍びの術を使って盗みを繰り返す。盗賊の頭となった五右衛門は大名や豪商の屋敷ばかりを狙って大金を奪い派手に散財したので、京の庶民からはもてはやされた。しかし1594年文禄3年に石川五右衛門は捕らえられ、豊臣秀吉の命令で京都三条河原で油で釜茹でにされて処刑された。見せしめとして五右衛門の親族や手下たちも大人から生後間もない幼児に至るまで全員が極刑に処されている。ところで桃地丹波は伊賀の国の忍びを取り仕切って大名や守護に支配されない自治区を築いていた。すると織田信長は伊賀の国の領国化を目論んで次男の織田信雄に
8,000の兵士を授けて伊賀の国を攻めさせた。そして1578年天正6年に第一次天正伊賀の乱が勃発する。桃地丹波はたった1,500ほどの忍びを縦横無尽に指揮して夜襲や奇襲を行い、織田軍を完膚なきまでに撃退している。これに業を煮やした信長は1581年天正9年の第二次天正伊賀の乱では10万人とも言われる兵士を導入する。そのために9,000人余りの伊賀忍者は3万人以上の非戦闘員である老若男女の農民と共に虐殺された。このために桃地丹波をはじめ生き残った伊賀の者たちは信長を恨んだという。本能寺の変では伊賀越えを決行していた家康一行を当初は殺戮しようとした桃地丹波だが、正成に説得される。過去に徳川家は伊賀の国から三河へ移住した伊賀の者たちを手厚く保護したことが決め手となった。丹波は家康一行に200人近い護衛をつけて伊勢の海岸まで無事に送り届けている。後にこの功績によって丹波以下の忍びの者は家康に伊賀同心に取り立てられている。一方の服部半蔵正成は忍びではなく武将として家康に仕えた。ところが当時は甲賀忍者や武田氏の歩き巫女、望月千代女などの女忍者くの一が活躍していた。信長の重臣滝川一益も甲賀出身者だと言われている。そのために正成も配下に伊賀の忍びの者を抱えて家康の命で諜報活動などを行っていた。ところが1580年天正8年、家康と武田家との高天神城の戦いで多くの死傷者が出る。家康は武田勝頼と和睦するために正成の首を差し出さなければならなくなった。しかし家康は正成の資質を惜しんで逃亡したことにして正成を逃している。正成は家康の恩に報いるために本能寺の変が起こると真っ先に駆けつけて家康一行の案内役を買って出ている。家康の三大危機の一つに数えられる神君伊賀越えで正成は伊賀の同じ服部家である桃地丹波を説得して味方につけた。服部半蔵正成はこの功績によって家康から遠江8,000石を与えられた。さらに家康は伊賀越えを支援した200人を伊賀組同心として正成を組頭にして江戸城正門の前に住まわせた。この正門はいつしか半蔵門と呼ばれるようになっている。しかし正成の死後に後を継いだ息子の正成は個性の強い伊賀同心たちをうまく統括することができずに1604年慶長9年に服部家は取り潰しとなってしまった。世の中が平和な江戸時代となったために忍者という存在の必要性がなくなってしまったのかもしれない。